合気道を始めたのは昭和53年の4月です。22歳でした。武道は好きだったので何かやりたいと思ってたんですけど、まあ、剣道とか柔道もやりたいなと思ってたんですけども、まあ、たまたま友人が合気道をしてるから稽古見に来ないかって誘われて稽古を見に行ったのがきっかけ。本当にそれだけです。ここは合気道京都は10年、今年で11年です。合気道京都っていう名前はね。西陣道場は6年目です。それはあんまりありません。はっきり言ってあまりありません。その前の時点で例えばね、日本人であることの難しさとかね、まあ女性であることの難しい、まあ難しいっていうんじゃなくてあることのね、まあいろいろな社会的な偏見とかそういうのはその前に経験してるから、合気道を始めてからあまりそれは感じたことはないです。合気道は私にとってどっちかっていうと非常に、平等イクワルでしたね。ディスアドバンテージっていうのかな、そういうことはあんまりなかったと思いますね。どちらかというとアドバンテージの方が多いですね。私が教えるとき、同じです。基本的には同じです。ただ、人はやっぱり背の高い人もいれば、ね、大きい人、太った人もいれば、痩せてる人もいるし、子供もいるし、大人もいるし、だから、なんていうの、そういう人たちに、すべての人たちにね、ちゃんと理のかなったフォームでなければいけないと思ってます。変えちゃいけないところと変えなければいけないところ、そこをこうなんていうのかポイントとして押さえていかなきゃいけないし、変えちゃいけないところは絶対変えちゃいけない。でも変えなきゃいけないところは相手が変われば必ず変えなければいけないから、やっぱりそういう意味で、フォームっていうのはこのなんていうのかな、こう型にはめるものでなくて、やっぱりそれなりのフレキサビリティがないといけないんじゃないかなと。それ一言で言うとすごく難しいけど、基本的にはやはり私は本部道場でね、いろいろな、まあ、もちろん吉祥丸同士をはじめいろんな先生の指導を受けながら、それからフランスではティッシエ先生の指導を受けて、まあ、ティッシエ先生ももちろん本部道場でお稽古してた方ですし、その人たちから、私がこういただいたもの、それをきちんと消化して、その本部道場で教わったことを
みんなに伝えていきたいなとは思ってます。やっぱり一番影響を受けたのは山口先生ですよね。山口先生、それからティッシュ先生、それから柴田先生、それはやっぱりそういうことは毎日の稽古の基本の要するに基本の道場でね、どういう稽古をしてるか、それでその人の見る目がちゃんとこう超えてくるかで変わってくると思う。っていうのはミミックだけしか見ない人っていうのは必ずいるんです。それはなぜかっていうとトレーニングされてないから。ミミックじゃなくてこういうの見なきゃいけないんだよっていうことをトレーニングされてないから、いつもね、いつも普段稽古してるところで。だから私たちの役目は真似するんじゃ、もちろん真似してね、真似をしながら上手になっていくんですけれども、真似だけじゃなくてそこに見えないもの、見えるものを見るんじゃなくて見えないものを見なきゃいけないっていうことは、これはトレーニングなんですよ。それをしなければいけないと思いますね。だからそのくらいのこうなんていうかな、しっかりした洞察力がないといけませんよね。で合気道っていうのはそういうものを養ってくれる武道だと思います。私はそう思います。なぜかっていうと、プロの野球の選手でもゴルフの選手でも、まあね、そのやってる時はもう本当一瞬じゃないですか。あとはもう全て日常の自主トレ、要するに自分のトレーニングですよね。だから私は確実に日常のトレーニングは大切だと思ってます。まあストレッチぐらいですね。ストレッチ、まあたまに素振りとかそのぐらいですね。ただ毎日の今もうまず生活のルーティン、それから食べ物、それからなんていうのかな、こう体を大切にすること、無駄なエネルギーを使わないこと、そういうことに注意してますね。合気道京都では武器の稽古は1週間に2時間あります。2回ありますね。でやはり武器の稽古は合気道を探求していく上ですごく役に立つことだと思います。ただ私は剣術家ではないです。ですから、それを極めようっていうところまでは行ってないんですね。あくまでも合気道の例えば間合いの取り方とかタイミングとか合気道のためにやってます。私も本当に始めた時増田先生がたまにね、担当取りとかやってくださいました。で武器の稽古はほとんど柴田先生と特別稽古、これ1週間に2回2時間ずつ特別稽古やってたんですよ。その時に、やりました。合気拳、それから合気場で、アメリカに行った時にやはり千葉先生のね美覧会の学ばせていただきました。3段4段になるまでにその合気道の本質、稽古がきちんとこう見られるようにしておくのが私たち指導者の責任だと思います。合気道京都には研修生プログラムっていうのがあります。で研修生プログラムは合気道の指導者になりたい人、プロでなり、セミプロであり、とにかく合気道をいずれは教えたいっていう人のためのプログラムなんです。でやはりそこは分けなければいけないと思います。なぜかっていうと、ただ自分でやってるだけだったらね、自分でやってるだけだったら人には影響を与えないけど、指導者になるってことは今度人に影響を与えることになる。だからやっぱりそれはきちんとした、ものを教えてあげないと、形にしても、内容にしても教えてあげないといけないと思います。プログラムそのものは、いつかは合気道を他の人にとシェアしたいと、そういう人たちのため。でもプロになってもならなくても途中で辞める人もいるし、なぜかっていうと研修生プログラムはやっぱりきついです。時間的にもきつい、体力的にもきつい。
もういろんなことします。だから途中で辞める人もいます。今は12345、そうですね、5人いますけども、3人、外国の人で。合気道教徒という道場のイメージとして、日本でね、武道っていうとちょっとこうイメージが古臭いんです。合気道教徒はやはりこう時代に乗っていかなければならないと思いますね。他のものでもそうでしょ。歌舞伎でもそうだし、お茶でもそうだし、絶対守らなきゃいけないものは守る。でも時代で変わっていかなきゃいけないものを変えていかなきゃいけない。そのバランスを持って守らなきゃいけないものは守って、変えていかなきゃいけないものは変えていかなきゃいけない。だから武道の古臭いっていうイメージは払拭したいですね。でも武道じゃなきゃダメ。このなんてやっぱりそれについていくにはやっぱり厳しさがなければダメですね。引きつけて、崩してそう。ここにいるということの楽しみ、それからああよかったなと思うその気持ち、それが一番大切だと思う。やはりそうすればなんでよかったのか、なんで気持ちよかったのか、稽古の気持ちよかったのか、それは後でねこう考えれば出てくることでしょ。Got that. I got that. Voyage léger.
ね